ねえメタン、僕はアメリカのバーベキューに憧れてるのだ。あの巨大な肉の塊を豪快に焼く文化、最高にクールなのだ。あら、今日はいい題材ね。じゃあ聞くけど、もしあなたがアメリカのバーベキューに招かれて、そこに炊飯器と醤油を持ち込んだら、どうなると思うかしら？炊飯器？アメリカのバーベキューにご飯を持ち込むのだ。絶対バカにされるのだ。お前は何を持ってきたんだって笑われるのだ。普通ならそうなるわよね。でも今日、ある日本人駐在員がやった事件で、テキサスの小さな町が本気でひっくり返ったの。テキサスの町がひっくり返った？詳しく聞かせてほしいのだ。舞台はテキサス州オースティン郊外、人口約2000人の小さな町、日本の自動車部品メーカーから派遣された田中さん。仮名ね。42歳が隣人のジョンに近所の恒例バーベキューに招待されたの。テキサスのバーベキューはただの食事じゃないの。地域のアイデンティティそのものよ。ブリスケット、つまり牛の胸肉を12時間以上低温でじっくりいぶす。これがテキサス流の誇りなのよ。12時間？それは本気すぎるのだ。日本人が入り込む余地なんかないのだ。そう。田中さんも最初は手ぶらで行くのは失礼だと思って、何を持っていくか真剣に悩んだらしいわ。でも彼が出した結論が、まさかの炊飯器と醤油だったのよ。あ、それは勇気あるのだ。もしくは勇気と無謀のギリギリなのだ。田中さんが会場に到着した瞬間、会話が止まったらしいわ。20人ほどの参加者全員が、彼が抱えた紙袋をじろじろ見たの。そして紙袋から顔を出したのが、象印の炊飯器と、キッコーマンの 1.8 リットル醤油ボトル1本。最初に見たとき、正直言って何のジョークかと思ったよ。バーベキューに電気釜？田中は何を考えているんだ、とね。あはは、やっぱり笑われたのだ。でもね、田中さんは冷静だったの。彼はホスト役のジョンにこう言ったわ。ジョン、あなたの最高のブリスケットを3切れだけ、俺に分けてくれないかって。ジョンは自慢のブリスケットを誇らしげに切り分けて、田中さんの皿に3切れ乗せたわ。周りの友人たちは、日本人がテキサスのブリスケットを評価できるのかと、ちょっと見下した笑みを浮かべていたらしい。緊張感すごいのだ。これは料理対決なのだ。田中さんは炊飯器の蓋を開けたの。中から湯気と一緒に、ピカピカに炊き上がった白いご飯が現れたわ。あの瞬間、俺は今でも覚えてる。ご飯から立ち上る湯気の匂いが、肉の香りと混ざって、なんというか、魔法みたいだった。田中さんは紙皿にご飯をよそって、その上にジョンのブリスケットを3切れ乗せた。そして醤油を3滴だけ垂らしたの。3滴？ 1.8 リットル持ってきたのに3滴なのだ。日本人ならわかるわよね。良い醤油は少量で十分なの。そして田中さんは一口食べて、目を閉じて、こう言ったわ。これは奇跡だと。周りの反応は、最初は何を大げさなという冷笑だったの。でもジョンがホスト役としての義務で、田中さんに同じ皿を一つ作ってもらったのよ。俺はジョンを20年見てきた。奴は毎年町のバーベキューチャンピオンだ。自分のブリスケットには絶対の自信がある男だった。ジョンが一口食べた瞬間、表情が固まったの。そして二口目、三口目と無言で食べ進めた。ジョンはフォークを置いて20年のバーベキュー人生を振り返るような顔でこうつぶやいたのよ。俺は自分の肉を初めて食べた気がするって。初めて食べた気がする？20年バーベキューやってきたチャンピオンがそう言ったのだ。そうなの。ジョンは続けて言ったわ。肉だけで食べてきた人生は片輪だったのかもしれない。テキサスの誇りが白米と醤油3滴にひざまずいた瞬間だったのよ。それからが地獄だった。20人の参加者全員が田中の前に行列を作ったんだ。俺にもその魔法の組み合わせをくれとね。行列ができたのだ。日本人の周りにアメリカ人が並ぶ逆転の構図なのだ。田中さんが持ってきた炊飯器は 5.5 合炊きで20人分には全然足りなかった。でもみんなご飯を半膳ずつシェアして順番にブリスケット丼を食べたの。ジョンの隣人のマイクさん、60歳の退役軍人はブリスケット丼を食べて涙ぐんだらしいわ。俺はベトナムに行った時、日本兵の残した飯盒で米を炊いた記憶があるって。60年前の記憶が蘇ったのだ。そしてマイクさんはこう続けたの。あの時、俺たちは米を副菜だと思っていた。でも違った。米は主役だったんだって。この事件、実は SNS で大きく広がったのよ。参加者の一人が動画を撮っていて、TikTok にジャパニーズガイがテキサスバーベキューを破壊したってタイトルで投稿したの。破壊した？過激なタイトルなのだ。再生回数は3日で820万回。コメント欄は大炎上したわ。テキサス在住のアメリカ人から、俺たちは150年間、間違った食べ方をしていたって悲痛な投稿が殺到したの。俺のコメントで、一番印象的だったのは、元スタンフォード大学の食文化研究者からのものだった。我々は主食を持たない文明だったとね。主食を持たない文明？そんなこと考えたこともなかったのだ。アメリカの食文化の話をするわね。アメリカにはステーキとマスポテト、バーガーとフライ、ピザとコーラ、こういう組み合わせはあるけど、
実はタイタス食穀物が食卓の真ん中にある文化は希薄なのよ。アメリカ農務省の2023年データでは、アメリカ人1人当たりの年間米消費量は約12キロ、対して日本人は約51キロ、4倍以上よ。4倍以上なのだ。じゃあアメリカ人は米を食べてないのだ。食べていないわけじゃないの。メキシコ料理のサイドとか中華料理屋のチャーハンとか、そういう脇役としてね、真ん中に米が座ることが少ないのよ。だからテキサスのジョンは俺は自分の肉を初めて食べた気がすると言ったのは、実は文明レベルの発見だったの。肉だけで完成していると思っていた食事に主食という支えが入った瞬間、味の解像度が3倍になったのよ。味の解像度が3倍。そしてここからがすごいの。田中さんはこの事件の3週間後、ジョンから電話を受けたわ。町のバーベキュー連盟が来月の大会にあなたをゲスト審査員として招きたいってね。日本人がテキサスバーベキュー大会の審査員になったのだ。本場の頂点に立ったのだ。そうよ。田中さんは炊飯器と醤油を持って審査員席に座ったの。そして各参加者のブリスケットを白米と醤油3滴で食べ比べたのよ。大会の優勝者が決まった時、会場から不思議なコールが起きたらしいわ。田中スタイル。田中スタイルって、田中さんの名前がテキサスバーベキュー誌に刻まれた瞬間よ。それ以来、町の住民は家にミニ炊飯器を置くようになった。2023年の町のスーパーでは、日本製炊飯器の売り上げが前年比 450% 増になったんだ。450% 増。街が変わったのだ。さらに衝撃的なのは、テキサス州オースティン市内のバーベキューレストラン12店舗が、2024年にメニューに BBQ 丼を追加したことよ。価格は1杯18ドル、約2700円。ブリスケット単品の28ドルより安いのに、注文率は店舗によって 70% を超えたお店もあるんだって。70% の客が BBQ 丼を頼むのだ。本場テキサスで。この現象、食文化研究者の間では田中、モーメント、田中の瞬間と呼ばれているそうよ。アメリカの食文化が日本の白米と醤油に屈した象徴的な事件としてね。俺はこの現象を見て思ったんだ。アメリカは150年間肉の帝国として君臨してきた。でも日本から来た一人の会社員が炊飯器と1本の醤油でその王国の土台に小さな穴を開けたんだってね。炊飯器1個と醤油1本で王国の土台に穴。かっこいいのだ。田中さんは今アメリカ駐在から帰国して日本で普通に暮らしているの。でもテキサスの街には毎年彼の誕生日に住民からビデオメッセージが届くらしいわ。ヘイミスター田中、ハッピーバースデーフロムテキサス。田中さん誕生日おめでとう。あなたがくれた炊飯器、俺たちはまだご飯を炊いているよ。でね、炊飯器は田中さんのプレゼントして帰ったのだ。粋なのだ。彼はバーベキュー審査員のお礼としてジョンに 5.5 合炊きの炊飯器を1台プレゼントしたの。そのジョンが今では町の子供たちに米の炊き方を教えているらしいわ。テキサスの子供たちが米の炊き方を教わってるのだ。そしてね、オースティンの小学校で2024年度からジャパニーズフードカルチャーが選択授業に加わったのよ。きっかけはあの町のバーベキュー事件だったの。子供たちが一番驚くのは米は電気だけで美味しくなるってことらしいわ。バーベキューには何時間もかかる。でも米はスイッチ1個で45分。時間の革命なのだ。アメリカ人が3時間かけることを日本の炊飯器は45分で仕上げるのだ。そしてね、ここが一番痛快な話なのよ。テキサスのバーベキュー業界の重鎮たちが日本の米作り農家との提携を模索し始めたの。山形県の農家に視察団が来たらしいわ。カウボーイハットの集団が日本の田んぼで記念撮影よ。山形の農家の方がうちの米がテキサスで肉と一緒に食われる日が来るなんてって笑っていたらしいわ。山形米がテキサスバーベキューと合体するのだ。新時代なのだ。アメリカの食文化史における衝撃的な変化って実は大きな発明や革命から始まらないのよ。ある日本人駐在員が会社の同僚の家に炊飯器1台と醤油1本を持っていった。それだけで始まるの。たった一人の決断が150年の食文化を揺らしたのだ。そしてここが日本のすごいところよ。日本人は当たり前だと思って暮らしている。米を炊く、醤油をかける、それが特別だなんて思っていない。でも外に出た瞬間、その当たり前が他国にとっての奇跡になるのよ。このギャップに世界が震えているの。当たり前が奇跡。僕らは奇跡の中で生きているのだ。ジョンはインタビューでこう言っているわ。俺は20年間テキサスの牛肉が世界一だと信じていた。でも肉が世界一でも食事として完成するためにはもう一つの要素が必要だったんだ。その要素が日本人にとっては当たり前のものだった。俺たちには見えていなかったと。これがアメリカ史上最大のバーベキュー文化の転換点よ。肉だけじゃ完成しなかった。米が加わって初めて食事は完成するのだ。2025年にはテキサスのオースティンで米とバーベキューの祭典が開催されたの。参加者5万人。主催者はテキサスのバーベキュー連盟。協賛に日本の米農家連合が入ったわ。5万人。
テキサスで日米合同の祭りが開かれるのだ。祭典の目玉は、究極の BBQ 丼グランプリ、肉と米と醤油の組み合わせを参加者100チームが競うの。優勝賞金は5000ドル、約75万円よ。そして、2025年の優勝者は、日系3世のアメリカ人シェフ。彼の一言が全てを表していたわ。私は祖母の炊飯器で育った。でも今、テキサスの友人たちが私の祖母の家庭料理に拍手を送ってくれている。日系三世の涙。これは国境を越えた物語なのだ。さあ、話を戻すわね。日本の炊飯器と醤油はアメリカのバーベキュー文化を150年かけて築かれた肉の帝国に静かに米の椅子を差し込んだの。肉の帝国に米の椅子。いい言葉なのだ。そしてテキサスの人々は今その椅子に感謝しているのよ。俺たちは半世紀食事の半分を見落としていたって。これが日本の食文化が持つ静かな力よ。爆発的な輸出も派手な広告も必要ない。ただ一人の駐在員が炊飯器と醤油を持って隣の家を訪ねる。それだけで世界は変わるの。僕も今日の夕飯、白米を大切に食べるのだ。そうね。あなたの一膳のご飯の裏にテキサスで涙を流した60代の退役軍人がいて、山形で記念撮影したカウボーイがいる。そう思うと米粒一つ一つが愛おしく見えるでしょう。愛おしく見えるのだ。感謝して食べるのだ。最後にもう一つエピソードを紹介するわね。テキサスの町のジョンの家の玄関には今日本ののれんがかかっているの。そして小さく書かれているわ。田中の家と。田中の家。ジョンの家に日本人の名前がついてるのだ。ジョンは言うわ。俺の家は田中が米を炊いた日から新しい家になった。だから田中の家なんだって。国境を越えた友情と食文化の融合の象徴よ。涙が出てくるのだ。炊飯器1個で家に名前がつくのだ。そしてね、田中さんが2026年また仕事でテキサスに行く予定なのよ。ジョンは町の住民全員を集めて盛大なおかえりバーベキューを計画しているらしいわ。町ぐるみで日本人駐在員を歓迎するのだ。感動的な話なのだ。これが日本の当たり前が作り出した静かで優しい革命よ。あなたも今日お米を食べるときはどこかでテキサスのカウボーイが同じ米を食べていることを想像してみてね。想像するのだ。世界中の食卓がつながってるのだ。それじゃあ今日はここまでにするわね。あなたの今日の一膳が世界のどこかの誰かとつながっている。そう思っていただきますを言ってほしいわ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。コメント欄ではあなたが海外で驚かれた日本の食べ物を教えてほしいわ。次回もお楽しみに。